こんな感じでですね、金具と留め付け具がついてるので、ここをですね、あんまり。はい、どうもこんにちは。ゆうきです。今日もね、楽しいギター機材を紹介していきたいと思います。今日紹介するのは、エフェクターボードです。この動画で、今年のボードを組もうと思ってますっていうね、動画を上げたんですけど、そのね、ボードを組み替えるにあたって、ちょっとこういうボードが欲しいなっていうのがありましたので、それを買ってみました。それで紹介していきたいと思います。まず、エフェクターボードですけど、前紹介した時は、こちらですね、ペダルトレインジュニアっていうですね、スノコ型のボードですね、を使ってたんですけども、いつもね、ボードを組む時に思うのが、やっぱりね、この粘着テープとか、マジックテープとか、ボードに寸法をですね、合わせて貼ったり、新しく買ったエフェクターに貼ったりで、剥がす時にネチョネチョになったのをアルコールで取ったりとかっていうのがすごく実は嫌なんですね。そういう面もあってですね、この動画で紹介したみたいに金具でつけてみたり、上からねウレタンで押し当てるみたいなスタイルで、ずれないようにしたりとかいろいろやってみたんですけど、やっぱりね綺麗に組むんだったらできれば粘着とかマジックテープとか使いたくないなっていうのがありまして、こういうのを試してみました。じゃじゃん。これね、さっき届いたんですけど、こんな感じですね。こんな感じの商品ですね。グイットって読むのかな。グイット。スノコ型のレールにですね、ボードにですね、溝が打ってあって、でその溝にですね、固定のエフェクターを固定するパーツがそれぞれスライドして取り付けれるみたいなものですね。ですので、エフェクターボードとエフェクターをマジックテープで留める必要もないと。この留め具で留めてしまうみたいなような商品です。はい。で、これっていろんなメーカーがあったり、パイオニア的なのはね、もっと他のメーカーがあると思うんですけど、これじゃね、コスパが良さそうだったのでこれにしました。型番はね、GPB03 ってやつですね。667mm×332mm ですね。だから66センチちょっとと32センチちょっとです。で、ウェイトは 3.4 キロの、このシリーズでは一番大きなサイズですね、を買いました。あとね、小さいサイズが2つラインナップであるみたいです。これもね、概要欄に貼ってますので、ぜひね、参考にしてみてください。こんな感じですね。おっとでかいですね。こんな感じでスノコ型なんですけど、こういうですね、レールがついてまして、これにですね、留め具をですね、取り付けて、エフェクターをギュッと挟み込んで、固定するみたいな方法です。結構ね、薄いんですよね。とっても薄くていい感じです。で、裏はこんな感じですね。ここに足があるんですけど、この足を、ここですね。この足を、ここですね、ギュッとやると、ほら、この跳ね上げ式といいますか、跳ねでね、バチッと出るという感じですね。こんな感じですね。なので、ソフトケースがついてるんですけど、僕が買ったやつは。でこのソフトケースから入れるときは、この足をしまって、この高さを薄くして運びやすくすると。ライブ会場だったり、スタジオに着いたら、ソフトケースから出して、で、ここを跳ね上げてですね、このペダルボードの角度を持たせて、踏みやすくするみたいな使い方です。はい。で、後ろにですね、こうやって専用工具もついてるみたいです。そしてですね、僕の買ったやつはソフトケースがついてますので、こういったね、大きなソフトケースがついています。しっかりね、入るし、高さもね、しっかり確保されているようなケースですね。こういう肩紐があったりします。で、前にはね、こういう小さいポケットもありますので、シールドだったりね、入れるのもね、重宝するんじゃないかなと思います。はい、ではですね、実際ね、エフェクター乗せて、ちょっとつけていってみましょう。今日はね、エフェクターボードのね、最終完成までとはいかないので、ちゃんとね、このペダルボードにですね、取り付くかどうかっていうところをですね、いきたいと思います。ということで、行ってみましょう。はい。で、これがボードの本体ですね。で、これにですね、こういった、袋に詰まった樹脂のパーツ、エフェクターを止める留め具だったり、裏面につけるパワーサプライの留め具だったりっていうのがついてます。こんな感じですね。素材は全て樹脂ですね。プラスチックのような、素材です。そして、横につける取っ手が、ついてます。そして、ですね、ネジですね。ネジ関係。こういうね、パーツを駆使してつけていく感じだと思います。さっき見たような裏面にですね、こういった工具も、ついてます。こんな感じですね。で、ここプラスチックなんですけど、ここがちょっとラバーみたいな、ちょっと手触り。柔らかいラバーのような手触りなんですけど、ラバー塗装なのか、ゴムなのか分かりませんが、ここだけちょっと質感が違う感じですね。ちょうどエフェクターが当たる部分だと思いますけどね。で、エフェクターが傷つかないようにですね、こういうラバーシールもついてますので、これを切ってカットしてつけると、ペダルにね、傷がつかないかなと思います。面にとかできるのかなと思ってたんですけど、これはちょっとできなさそうですね。ここにですね、帳簿があって、その水をこれが動くので、こっち方向にこうやって斜めにするのはちょっと難しそうですね。というのもですね、こういうものを置きたかったんですけど、これって、長方形っぽいんですけど、ちょっと角度がついてるんですね。こういう角度が、ここですね。
こういう角度がついてるんですけど、大げさにするとそれをこうガチャッとこう角度つけて止めたかったんですけど、それは難しそうですね。ただこのワウの場合は別に角度をちゃんと合わせなくても問題なさそうですね。じゃあね、早速つけていきたいと思います。ちょっとね、全体のレイアウトをあんま考えてないんで、ちょっと今後変わっていくかもしれないんですけど、とりあえずつくかどうかっていうのをこの動画では試したいと思います。こんな感じで場所取りをして、でこれをネジで留め、こういうパーツが2つありますので、これで留めていきます。ネジをですね、ここに入れて、こういう状態にして、でこういうナットといいますか、こういう、受け側があるんですけど、それをここに合体させてあげます。で、工具があるので、仮止め、仮締め、ちょっとだけ回します。取れないように。はい、こうグラグラという状態で OK ですので、これをですね、必要な場所にですね、入れます。こう入れます。するとですね、この中で引っかかってこう取れなくなるので、そういった状態でこうぐるっと工具を使ってですね、締めていきます。はい。するとなるので、結構しっかりね、こうついてくれるんですよ。バッチリですね。エフェクターを同じことをこっちにもやります。はい、ここまでめちゃくちゃ簡単です。じゃあこの辺にしましょうかね。この辺につけて、この辺と同じように、じゃあこの辺につけましょうか。で、締めていきます。ギュッと、結構しっかりギュッとね、ギュッとね、はい、固定することができました。いかがでしょうか。ほら、落ちないですよね。バッチリです。でもこれ今って、ただ今これってこことこことここを3点に止めてるだけなんで、もちろんね弱いです。ですのでエフェクターの重さだったり付け方っていうのをちょっと気にしなくちゃいけない。もしこれがこっち側に落ちてくるんだったら、ここにつけてあげる必要があるし、こっち側にも落ちるっていうんだったらこっちですね、ここにもつけてあげる必要があるしっていう感じですね。エフェクターだったり大きさだったり、そのソフトケースにしまうときにどういう向きにするのか、だからそういうことも考えながらね、必要な場所につけてあげてください。今はとりあえずデモンストレーションなので、適当につけてます。で僕は大事だなと思うのは、取れないプラス見栄えが良くなるんですね。配線だったりエフェクター全体に並べた時に、ね、ボードとして見栄えが良くなるようなレイアウトをメグもですね考えてつけたいなと思います。地味に目立つので、その辺はちょっと僕の中では課題かなと思ってます。なんならね、この化粧ネジもね、かっこいいんですけどね、黒いものをね使いたいなっていうのはね個人的にはありますね。はい。今ひっくり返して思ったんですけど、さっき作ったジョボン、これがですね裏返した時に見事にね机に突き刺さってしまいますので、裏面にパワーサプライつける方は先にこの作業をやった方がいいと思います。で、裏を向けてですね、ここに2つの穴があります。ここにですね、こういうパーツがありますので、これをこうつけてあげると、ネジでつけてあげると。そしてパワーサプライとかですね、こういったパワーサプライ、これファイヤーグローですけど、こういうものがですね、ガチャコンと固定できると、こういう感じで固定できるということになっておりますが、パワーサプライは大きさいろいろあると思いますけどので、全てがねこのユニットで取り付けられるとは思わない方がいいかもしれないですね。もしかしたらかさ上げしたり、ちょっとこちらでスペーサーなるものをね挟んで固定してあげないと、もしかしたら乗らないものもあるかもしれないですね。次にですね、取ってですね、ここにですね2つネジ穴が切ってありますので、これに合わせてこのパーツですねをここにネジでつけてあげると。これでね両側取ってつけて、持ち運びやすくするみたいなことができます。干渉するとか見た目でつけたくないとか、そういう人は俺を取ればいいので、取れるようにできているのはありがたいなと思います。はい、今こんな感じで仮で組んでおります。多少ね斜めにしてもずれないですよね。こんな感じでバッチリつけることができました。でね、バッグもですね、さっきお見せしたようなものがねついてて、これそのままスポッて入れちゃえばですね、ライブだったり旅行に行くとかスタジオでもですね、すぐにこのセットが出せるという感じでね、とっても便利ですね。でやっぱりマジックテープとか両面テープとかつけた時に比べてね、取り付けとか固定がとっても楽です。それがねもう一番のメリット、とっても素晴らしいです。
やっぱりね、エフェクターボードをね、作ったり変えようと思ってても、億劫になってしまって、なかなかね、めんどくせえなとか思っちゃってですね、それがネックだったんですけど、これね、本当に楽です。簡単で楽なので、この SD1 変えようかと思ったら、ここ、ピピピってまた4つ外して違うのをポコンってつけてまたギュギュギュってねじ止めすればついちゃうので非常に良かったです。良かったっていうのはそこですね。止め方特有のですね、難点というかを挙げるとすればこことかですね、こんな感じでですね、金具と止め付け具がついてるので、ここをですねあんまりこのですねボードのつらつらまで、作れないんですね。使ってもいいけど、固定ができないとか、今これはねつらつらにしたかこっちまで寄せたかったんで、このボックスのこっち側はつけてないんですよ。はい、なので、正式に作るときはね、ここだけ両面テープにするか、はたまた違う金具を使って取り付けるかみたいな、ちょっと悩ましいポイントでもあります。はい、ここにね、スペースを作らないと取り付けることができないので、そこは一つ難点です。あとはですね、どうでしょうね、あんまり特に気になることはないんですけど、長いこと使っていってですね、筐体にどれだけ汚れとか傷がついてしまうかとかで使ってて踏んだ時に、壊れてこないかとかずれてこないかとかっていうのはね、今後ね使っていってですね検証していきたいと思います。一つ気になるのがね、ここ、溝あるじゃないですかね、レールの溝があるので、そこにホコリってどうなるんでしょうね。そこはちょっと気になっているところですね。どうやって取るのかをちょっとね気にしていかないといけないかなと思ってます。スノコボードだったりね、アタッシュケースタイプのこれで紹介したみたいな平置きのタイプのボードでもですね、やっぱりホコリが溜まっていくのでどんどんね汚くなっていっちゃうんですけど、そこが、こいつだったらどうなるかなっていうところはちょっと、気になるところです。ただね、粘着テープとか使ってないんで、そのホコリがテープについてぐちゃぐちゃになって気持ち悪くなるみたいなことはないと思うんですけど、単純にね蓄積、していくホコリをですね、どういう風に取っていくかそこはね、一つの課題ではあります。でね、今僕つけてないし、今後もちょっとつけるかわかんないんですけど、こういうね、さっきも紹介したこういう取っ手がありますので、こんなのをねこうやってつけてあげると、持ち運びにもね、取っ手だけにねとっても便利かなと思います。ということでね、今回は革新的な固定のエフェクターボードですね、グイットの GPB03 の紹介でした。あとね、0102って言ってね、小中サイズっていうのがありますのでね、そちらもね、概要欄にね、リンク貼ってますので、ぜひね、見てみてください。というかね、僕の動画ではこんな感じで、エフェクターボードの話だったり、あとはボスのエフェクターの話だったり、ギターの話だったり、あとはボスのエフェクター以外のエフェクターの話ですね、とかもね、いろいろやってますので、ぜひね、この機会にチャンネル登録をしていただいて、また次の動画でお会いできれば、とっても嬉しいです。はい、またね、今年のエフェクターボード完成しましたらですね、また動画にしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、本日もありがとうございました。ゆうきでした。じゃあね、バイバイ。